カモメさん、リスを丸飲みしてしまう。骨どうするんやろ。内臓とか食い破られたりせんか？ちゃんととどめ刺してから飲むから平気や。どんな風するんや。カモメは鳥の中でもかなりアホやからな。カモメは雑食やから何でも消化できるで。窒息するだろ。全然抵抗せんやん。リスって痛覚ないんやな。ホラー映画かな？カモメ集団、車内のポテトを奪おうと執拗にガラス越しから攻撃。ヒッチコック映画の鳥にも勝るとも劣らないホラー案件がスウェーデンで勃発していたようだ。お腹を空かせたカモメたちが、フロントガラスに頭をガンガンぶつけながら、車のダッシュボードに置いたフライドポテトを、ガラスの外から執拗に奪い取ろうとしたのだ。カモメ、ウミネコは暴動を起こしてるボートみたいなもんで、カラスより質悪いわ。餌付けをしたバカのせい。ガラス越しならいいじゃない。間近でがっつり観察できて楽しそうだ。フロントガラスのひびは走行中の風圧で広がっていくからさっさと修理した方がいい。カラスもそうだけど人間の食べ物が高カロリーなことわかっているんだろうな。人間がうまいもん食ってるのを熟知してんな。超強化されたカモメが人類を狩るパニック映画なら低予算で作れそう。わしの着ぐるみを着て、カモメを追い払ってくれる人を募集するイギリスの動物園。わしに見える。子供たちが集まってくる未来が見える。子供は泣くんじゃね？顔出しは必須なんだ。ガッチャマン。問題はこれで逃げてくれるのかってことですね。俺たちひょうきん族。ハリーホークじゃダメなのかしらん。やりたい。クジラは餌。泳いでいるクジラを上空から襲うカモメたち。カモメたちはクジラの背に舞い降り、くちばしでクジラの背中をついて皮を裂き、その下の脂肪分に食らいついて餌にするという方法を学んでしまったみたいで、攻撃されるクジラの数は1974年には全体の 1% だったものが、最近ではなんと 74% にも及んでいるという。カモメはクジラを食べるけど、クジラはカモメを食べない。一方的でなんか理不尽だな。ついばまれていたかったら、潜ればいいんでないの。OG 発狂ですね。クジラ食いたいよ。姑息で卑劣。鳥レベル上げすぎ。不憫だ。イルカ、魚を見せびらかしてカモメをからかう。煽りイルカ。こういう性格のイルカだっただけでカモメに魚をあげる趣味のイルカもだし。かつて魚をカモメに奪われたことへの腹いせに見せびらかして誘引を下げることを覚えたのかもしれんなわら。言を持たない動物ってどうやって思考して相手をからかうんだろ。悪意の塊で草。この魚いるかつってね。いるか、カモメ、カモネ。おのれ対価の改心へと。魚、ゲセヌ。家の中に入ってきたカモメがガラスを認識できずに外に出られない。鳥ってなんでガラスわからんのやろ。犬や猫もぶつかるし、人間でもたまにガラスぶつかるやつおるやん。流れるように万引きするカモメ。これは常習犯ですわ。手慣れてる。取ったら小走りになるところがこそ泥感強くて草。チキンカレー味のカモメ。英国の食品工場でカモメ1羽が鶏肉を使ったカレー料理の廃棄用の容器に落ち、全身が鮮やかなオレンジ色に染まる一幕が。カモメは工場の従業員に助け出され、病院に預けられた。体の状態に問題はなく、元気だという。病院では、洗浄液を使ってカモメの体を洗い、オレンジ色をなくすことはできたが、カレーの匂いは残ったままだったという。看護師はいい匂いがしているとも付け加えていた。本人はまだ匂いに苛まれているんだろうな。フェニックス。タンドリーに入れよう。結構綺麗にオレンジ色だなこの後スタッフが美味しく、焼く。狡猾なんだぜ。人間に幇助させ、スーパーからサンドイッチを盗み出すカモメの手口。
ポテチは失敗したがサンドイッチは成功したようだな。カラス並みの知恵だよね。お金なくなったらカモメを買えばいいわけか。出してあげた人は何考えてんだ。盗賊カモメ。賢いな。個人的にはサンドイッチの置き場所が良くない。頭がいいのいるよな。鳥に翻弄される人間。平和を祈るため、ローマ教皇が放った2匹の鳩が一瞬にしてカモメとカラスに襲撃される。バチカン宮殿でローマ教皇フランシスコが、2人の子供たちと一緒に2羽の鳩を放ったところ、一瞬にしてカモメやカラスに襲撃されるという事件が起きた。ある意味、非常に象徴的ですな。現場はドン引きだったんだろうな。シンプソンズのワンシーンかよ。なんという不吉。現実3空気読んで。自然とはこういうものさ。これはいい教訓だと思う。美味しくいただきましたなの？すげえ気の毒。奇跡の写真、三つどもえ。白頭鷲とカモメたちの空中戦がすごかった。空中にてカモメを捉えた白頭鷲がもう1羽根のカモメに頭上から攻撃を仕掛けられている。カモメがその鋭いくちばしで突っつこうが、捕獲したカモメが暴れようがお構いなし。白頭鷲も全く動じずそのまま飛び去っていった。そこまで体格差あるようには見えないがそれでもこんなに力の差があるんだな。捕獲されたのはヒナで、親鳥がヒナを助けようとしてるのかな？カモメが仲間を助けようとすることに驚いた。足の太さが全然違うんだね。助けようとしてるカモメは小さくて、捕らえられたカモメが大きい気がする。生きたままつつかれると思うと。優しくない世界やな。カモメがどう滑空するかを視覚化した動画。いや、見てもわからん。これ、見てて面白いか？ワイは面白いで。食べていたマックを狙われた男性、飛び込んできたカモメをうっかりわしづかみ。飛んでいた1羽のカモメが僕のフライドポテトを奪おうとして顔の方に向かってきたんだ。だから頭を守るようにとっさに手を出したらそこにカモメが飛び込んできて、気がついたらカモメをわしづかみにしていたんだ。すげえな。ワイは怖くて鳥さんは触れん。触らん方がええで。あいつら病原菌の塊やからな。しかも凶暴。素人が手出すと怪我するで。怖い。この人はカモメの餌持っとるんか。カモメのタクシー発見される。タクシーってか人力車やん。おんぶやろ。魚、カモメ、人カス。カモメを捕まえようとしてるんか。外人は無茶すんな。一本足のカモメのために庭先にカフェをオープン、6年間交流を育む女性。野生の動物を救助、保護し、再び野生に返す活動を個人で行っている女性の自宅敷地内に、一本足のカモメがやってくるようになった。カモメは毎日のように女性宅を訪れ、交流を育むようになった。彼は時々ガールフレンドのカモメを連れ、一緒に食事を楽しむこともあるという。一本足でも野生で生きてるのがすごい。カラスのライバルやってるだけあってカモメもやっぱ賢くてコミュニケーション能力に長けてるんだね。いい話だけど、カモメが他の鳥のヒナとか普通に食べていることを思うと複雑。カモメ食堂。優しい世界。かわいい。けなげだな。カラス、謎の巨大鳥に丸飲みにされる。海鳥。カラスなんか食ったら病気になりそう。サンキュー謎の鳥。丸飲みフェチのやつおる？怖。カラスか何かわからん。消化できるん？なんやこの鳥最強やん。鳥なんか飲んで胃に穴とか開けられんのか。猫が右向きゃカモメも右に。猫とカモメのシンクロ率がすごい。さては、餌で釣ってるな。かわいい。
カモメって顔がごつい系と可愛い系がいるよね。優しい世界やね、ほんまほっこりするわ。操り糸で引っ張ってるんやろ？そう言ってくれ。カモメさんも釣られちゃうのね。可愛いわ。ラジオ体操第一、首の運動。猫とカモメ共通の好物、魚を見せたか。かわいい。ペリカン vs カモメ、小魚をめぐっての熱いバトル勃発。カモメもペリカンも自由に出入りできる店先にて、一匹の小魚をめぐっての熱いバトルが勃発していたようだ。最初に小魚を持っていたのはペリカン。これを奪い取ろうとカモメが一瞬の隙をついて小魚をくちばしで引っ張る。ここで両者綱引き状態に。3対1とは卑怯な。ペリッパー vs キャモメ。戦争だろうが。不覚にも手に汗握った。やきもきした。頑張れ頑張れ。どっちも頑張れ。ペリカンの普通の客観が半端ない。絶叫マシンに乗っていたらカモメが少女の顔面に襲来。別の意味で絶叫となった件。カモメがちゃんと生きててよかった。ぶつかられた女の子、怪我とかよりもお腹壊してないか心配。鳥の羽毛には寄生虫いっぱいいるし。平和なバードストライク。カモメ、叫びたいのはこっちだ。少女、なんでやねん。カモメ、なんでやねん。カモメからしたらものすごいスピードで人間が突っ込んできたんだわ。カモメ、可愛かったんでハグしたかったんだって。すまん、俺は笑えなかったわ。これがジェットコースターとかで、トップスピードの時の衝突だったら大惨事に。完璧なチョコレートアイスの写真を撮影するはずだったのに、その悲劇は突然起きた。チョコレートアイスを購入して、SNS に投稿するための写真を撮影することにした。キラキラと輝くウエストコーストの海と山々を背景に、完璧なチョコレートアイスの写真が撮れるはずだったのだが。しかしチョコレート大丈夫かしら、カモメさん心配。カモメさんもアイスが好きなのね。まあどうせ落とすんだろうなからの。でかいトッピングだな。なんとまあ、残念だけど、狙っても撮れないような面白い写真が撮れたね。ほとんどの動物にとってチョコレートって毒じゃないのか？これはこれでいい写真。貪欲なるアホウドリ、小鳥を間引く。舐めてかかったらマジだった。間引くて。人がカモメの前に餌やってるじゃないか。セグロカモメか。アホウドリじゃないよ。ペリカンさんに近い食欲を感じる。丸のみ出しの中で暴れるよね？平気なの？これはもはやアホなんかじゃないな。怖さの中にアホっぽさがある。